こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日はシンプルだけどリッチな味わいに仕上がるチキンのクリーム煮を作ろうと思います。具材はシンプルに鶏肉、玉ねぎ、しめじだけです。玉ねぎは芯を取ったら1センチ幅に切っていきます。しめじは石突きを取ったら大きいものは半分に切ります。小さければそのまま使っても大丈夫ですよ。これで野菜の準備は整いました。後ほど鶏肉を煮込むためのお湯を用意しておきます。お湯といってもお水だけではなく白ワインを加えます。白ワインで鶏肉を煮込むと臭みがなくなるだけでなくフルーティーな香りと酸味が加わってレストランで出されるシチューのような贅沢な風味になります。中火でしっかりと沸騰させてワインの風味の角を取ります。お湯を沸騰させている間にフライパンで鶏肉を焼きます。フライパンがしっかりと温まったらサラダ油を大さじ1敷きます。皮目を下にして切った鶏肉を焼いていきます。鶏肉は後で煮るのでこの段階では火が通っていなくて大丈夫ですよ。こうして両面に焼き目をつけておくと香ばしくなるし、肉のうまみがぎゅっと閉じ込められてより美味しくなります。両面にしっかりと焼き目がついたら火を一度止めます。焼いた鶏肉を沸騰させたお湯と白ワインで煮込みます。私は今回1本 750ml で900円ほどの白ワインを使用しています。高いワインを使う必要はないのですが、やっぱり普通に飲んでみても美味しいと思えるものの方がお料理の味も美味しく仕上がるなと感じています。お肉が入ったら鶏肉に完全に火が通るようにさらに10分ほど加熱します。先ほど鶏肉を炒めたフライパンを洗わずにもう一度温めます。バターを溶かしてここで野菜を炒めます。こうすることで玉ねぎとしめじがフライパンに残った鶏肉の旨味を吸収してくれます。ちょっとしたことなのですが、お肉の脂を活用することでコクが増して全体の味に一体感が生まれます。玉ねぎに半分ほど火が通ったら塩コショウで軽く下味をつけます。玉ねぎに完全に火が通ったら小麦粉を振り入れます。しっかりと混ぜましょう。こんな感じで粉っぽさがなくなったら一度火を止めます。そこに牛乳と生クリームを全量注ぎ入れます。生クリームがなければ牛乳を 400cc にしても良いのですが、ここで生クリームを使うことで濃厚で奥行きのある贅沢な美味しさになるんですよ。すべて入ったら再度火をつけます。鍋底が焦げないようによく混ぜながら中火で加熱します。こんな感じで軽くとろみがついたら火を消します。10分ほど煮込んだ鶏肉の様子を見てみましょう。しっかりと柔らかくなっていますね。ここに先ほどのクリームソースをすべて入れます。こんな感じですべてきれいに入れ切ってくださいね。
もう一度鍋を火にかけます。とろみが出て味が凝縮されるように水分が半分くらいに減るまで中火で加熱していきます。火が強いと焦げてしまうのでよく混ぜながら煮込んでくださいね。10分ほど経って水分量がかなり減りました。最初に比べてとろみも出てきています。味見をしてみて、もし塩気が足りなければここで足してください。お好みで胡椒を入れるのも美味しいですよ。これでチキンのクリーム煮の完成です。いただきます。いただきます。美味しそう。ということで今回はリッチな味わいに仕上がるチキンのクリーム煮を作りました。フライパンと煮込み用の2つのお鍋を使って白ワインをしっかり沸騰させるとか、鶏肉を炒めた油でお野菜を炒めるとか、いつものお料理よりもちょっと丁寧な作り方のレシピになっています。そうしたちょっとした工程があることでお料理全体の味わいにすごく深みが出るんですよね。かといって特に難しいことをしているわけではないと思いませんか？簡単だけどちょっとしたコツを押さえて丁寧に作ってみる、そういうことの積み重ねがお料理のスキルアップにつながるんじゃないかなと思っています。普段のお料理は問題なく作れるけど、もうちょっと凝ったものが作りたいなとか、お料理のレベルアップがしてみたいなと考えている方にぜひ作ってみていただきたい一品です。また実際に作ってみていただくとわかると思いますが、白ワインと生クリームの効果ってすごいんですよね。調味料として普段のお料理に使ったことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらも簡単にお料理の味のグレードを上げてくれるんですよね。白ワインやクリームを使いこなせるようになるとお料理の幅もぐーっと広がると思うので、そういう意味でもぜひ皆さんに作っていただきたいお料理なんですよ。とっても美味しいですし、寒い季節にぴったりなのでぜひ作ってみてくださいね。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。また見てね。